今日はナスの天ぷらを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスの天ぷらを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今が旬のお野菜ナスを天ぷらにしていきたいと思います。衣をサクサクにする方法や、あとは揚げ方にもポイントがあります。さらにですね、今回はプラスで大葉も一緒に揚げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、大葉、薄力粉、お水、料理酒、卵、マヨネーズ、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まず今回ナスの天ぷらということで、ナスともう一つ大葉も一緒に揚げていきたいと思います。こちらはお好みでやってみてください。ナスの大きさはお好みのものを使用していただけたらと思います。今回は中ぐらいのナスを使っていきます。そして衣のポイントです。今回は衣の中に料理酒、そしてマヨネーズを加えていきます。こちらの2つを加えると簡単にサクサクな衣に仕上げることができます。卵に関しましては2分の1個使っていきます。重さで言うと約 30g ぐらいです。こちらを目安にして入れてみてください。続いて天つゆの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、みりん、だしの素、こちらの4つの材料で作っていきます。天つゆに関しましては電子レンジで簡単に作れますので、ぜひこちらも合わせて作ってみてください。だしの素に関しましてはかつおだしを使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに天つゆから作っていきます。ボウルにお水、そしてお醤油、みりん、だしの素を加えます。そしてよく混ぜましょう。混ぜたらですね、こちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。そしてみりんのアルコールを飛ばしてください。レンジを使いたくない場合は鍋に入れて火にかけて沸騰させていただいても OK です。では加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜます。はい、これで天つゆの完成です。ここで一度味見していただいて、もしみりんのアルコールが気になる場合はもう少し加熱してみてください。こちらは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて衣を作っていきます。まずはじめに卵を割り入れます。そしてよく溶きほぐしてください。はい、OK です。先ほどもお伝えしましたが、卵は今回1分の1個になります。なのでこちら溶きほぐしてから半量だけ使うようにしてください。グラムで言うと 30g ぐらいです。では続いて別のボウルにお水を入れます。そしてここに料理酒です。このね、料理酒も入れていただくとすごくサクサクな衣に仕上がります。あとね、少し衣にも味付けをすることができます。それでは続いてマヨネーズです。マヨネーズはですね、この中に入れるんですが、直接入れるとダマになってしまいますので、先ほどね、合わせた料理酒とお水の方からほんの少しね、マヨネーズの中に入れてください。そして混ぜます。きちんと溶いてから加えていきます。そうすることでダマになるのを防ぐことができます。馴染んだらまた少しね、水分を加えます。そして混ぜます。ちょっとひと手間なんですけれども、やっていただくだけで仕上がりが変わるので、ぜひね、やってみてください。そしてまた加えます。だいたいね、お水ぐらいのシャバシャバぐらいにしてください。はい、OK です。このぐらいシャバシャバになって綺麗にマヨネーズを溶かします。そしてこちらのボウルに戻し入れてください。そしてよく混ぜます。そうしましたらここに先ほど溶きほぐした卵液を1分の1入れます。そしてよく混ぜてください。はい、今ね、このようなシャバシャバな状態です。そしたらここに薄力粉を加えます。薄力粉は振るわずにこのまま入れちゃって OK です。そしてさっくり混ぜていきます。少しダマが残るぐらいで OK です。はい、こんな感じです。このようにちょっとね、ダマダマが残るぐらいまで混ぜてください。そうしましたらこちらの衣は使うまで一度冷蔵庫で冷やしておきます。そうすることで衣がよりサクサクに仕上がります。では続いてナスを切っていきます。まずね、ヘタを切り落としてください。そして縦4等分に切ります。
はい、そしてですね、この上の部分ですね、ここを 1.5 から2センチぐらい開けて切れ込みを入れていきます。だいたいね、1センチ幅で切れ込みを入れましょう。はい、このように切れ込みを入れてください。こんな感じです。ではね、残りも同じように切れ込みを入れていきます。はい、全部ね、このように切れ込みを入れてください。ではね、残りの1本も同じように切っていきます。はい、全部切り終わりました。そしたらですね、こちらのナスに薄力粉をまぶしていきます。そうすることで衣の密着が良くなります。では薄力粉を用意してください。そしてナスに薄力粉をまぶします。できればね、この隙間にもね、薄力粉をまぶしてください。だいたいまぶしたら一度ね、はたいて落とします。このように薄力粉をまぶします。それでは残りも同じように薄力粉をまぶしていきます。少しこのように広げにくい時は切れ込みをね、もう少し深くしてみてください。このようにね、ナスをすぐ揚げる場合は水に入れてね、アク抜きなどはしなくて大丈夫です。あとはですね、今回大葉も一緒に揚げていくので、大葉にもね、薄力粉を軽くまぶします。はい、このようにまぶしてください。大葉の枚数もね、お好みの枚数だけ揚げてみてください。今回は5枚揚げていきます。はい、このように全部薄力粉がまぶし終わりました。それではね、今から先ほどね、冷やしておいた衣をつけながら揚げていきます。それでは揚げていきます。まずフライパンの底から 1,2 センチほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。今回は170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまでまず油を温めてください。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にプクプクプクと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになれば OK です。そしたらですね、ナスの切ってない部分ですね、ここを持って身の部分に衣をつけます。こんな感じです。そしてこのように広げて皮目を下にして揚げていきます。ではね、揚げていきます。やけどしないようにだけ注意してください。残りもね、同じように揚げます。今回ね、ちょっとちっちゃめのフライパンでやってるので2個だけね、最初に揚げていきます。そしてこのままですね、まず皮目の部分を50秒から1分ぐらい揚げてください。いい感じにね、揚がったら裏返します。片面はですね、だいたい1分から2分ぐらいですね、全体がね、サクッとするまで揚げていきます。はい、 OK です。はい、こんな感じでサクサクに揚がりました。ナスはね、このように揚げてください。それでは続いて大葉も揚げていきます。大葉もですね、同じように170度です。そしてこちらもね、さっとくぐらせます。そしてこのまま油に入れましょう。その時もやけどしないように注意してください。大葉はですね、だいたい50秒から1分ぐらいでいいかなと思います。だいたい20秒から30秒ぐらい経ったら裏返します。そして片面も同じように揚げていきます。衣がね、カリッとすれば OK です。はい、 OK です。このようにサクサクに仕上がりました。それでは残りのナスと大葉も同じように揚げていきます。やけどだけには注意してください。はい、全部揚げ終わりました。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでナスの天ぷらの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣はサクサクで美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが大葉の天ぷらです。ぜひね、合わせて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では天つゆにつけていただきたいと思います。いただきます。もう衣がサクサクです。では続いて一緒に揚げた大葉もいただきたいと思います。いただきます。もうサクサクですごく美味しいです。そして天つゆもバッチリですね。はい、ということで今
今日も美味しく仕上がりました。今回のナスの天ぷらのポイントです。まず今回は衣にマヨネーズと料理酒を加えてます。この2つを加えていただくと衣がとてもサクサクに仕上がります。そしてマヨネーズを加えるときはマヨネーズに少し水分を足して、そしてきれいに溶いてから加えるようにしてください。ちょっと一手間ではあるんですけれども、そのまま入れるとダマになってしまいますので、必ず溶いてから入れるようにしてください。そして薄力粉に関しましてはそのまま加えて、少しダマが残るぐらいまで混ぜてください。あとはですね、使うまで冷蔵庫で冷やします。そうすることでよりサクサクに仕上がりやすくなります。そしてナスを切るときはですね、今回は縦4等分にして、そして上の部分を少し残して切り込みを入れてます。そしてその後ですね、薄力粉をまぶすんですが、切り込みを入れた隙間の部分にもね、薄力粉をまぶしてください。そうすることで衣が密着しやすくなります。そして揚げる時のポイントです。ナスを揚げる時はですね、揚げる直前に衣をさっとつけて、そして皮目を下にして揚げるようにしてください。そうすることで彩りも綺麗になります。揚げ時間に関しましては、ナスの大きさによってもね、適正な揚げ時間が変わる場合がありますので、衣がサクッとするまで揚げてみてください。そして今回はですね、大葉も一緒に揚げました。今回の衣の分量でいくとまだね、結構衣が残りますので、お好みのお野菜を一緒に揚げてみてください。そして今回はですね、手作りの天つゆレシピもご紹介しました。こちらもね、電子レンジで作れてすごく簡単なので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスの天ぷらを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。